楽しく走って楽しく続けるゆるラン研究所。以前ランナーの疑問10選という動画を出しましたところ、思いのほかたくさんの質問をいただきました。その時にいただいた質問はまた必ずまとめてお答えしますと動画の最後でお約束をしておりました。今日はその第2弾として皆様からいただいた10の質問に1つずつ順番にお答えしてまいります。今回の10問は半分が実際にコメントでいただいた質問で、残りの半分は多くの方が持つ疑問になります。例えば何日ほど休むと走力は落ちてしまうのかという質問をこれまでいくつもいただいてきました。結論から先に申し上げますと、数日ほどの休養で走力が落ちてしまうことは実はほとんどありません。さらに足がつるのは水分が足りないからだという有名な説明にも今疑いが出てきているところです。靴を500キロで買い替えるという広く知られた目安にも意外なほど強い根拠がございませんでした。水分については足りないことよりも飲みすぎることの方がずっと危ないとまで言われております。その他筋トレの具体的な中身や伸びているかどうかの見分け方についてもお答えしてまいります。どれも一つずつ短くお答えしていきますので、気になるところだけ拾ってみていただいても大丈夫です。それでは第1問から一つずつ順番に見てまいりますので、最後までお付き合いいただけたら幸いです。Q1、何日休むと走力は落ちるのかという質問からお答えしていきたいと思います。走れない日が何日か続きますと、これまでの積み重ねが全部消えてしまう気がして怖くなるものです。ところが研究を見てまいりますと、最大酸素摂取量が落ち始めるのはおよそ10日目からとされています。つまり2日や3日ほどの休養では走力そのものはほとんど落ちていないということになってきます。さらに12日から14日ほど休んだ場合でも低下は 5% から 7% 程度にとどまります。しかも2週間の休養で落ちたのは最大酸素摂取量と筋力の方で、筋持久力は保たれておりました。ただし4週間で 6%、9週間では 19% と長く休むほど加速して落ちていきます。ですから本当に怖いのは数日の休養ではなく、そのまま何ヶ月も離れてしまうことの方なのです。痛みや強い疲れが残っているときは数日休んだところで失うものはほとんどないとお考えください。Q2、朝と夜どちらに走るのが効果的かというよくいただく質問になってまいります。生理学的に申しますと、持久的な成績は夕方から夜にかけてが一番高くなるとされております。これは深部体温が午後から夕方にかけて一番高くなることときれいに対応しているからです。体温が高いほど筋肉は動きやすくなりますし、神経の伝わる速さの方も上がるという理屈になります。ですから記録の面だけを見るのであれば夕方に走った方が有利だということになってしまいます。ただしその差は一番いい時間帯と悪い時間帯を比べても3から 5% ほどに過ぎません。市民ランナーにとってはこの差よりも続けられるかどうかの方がはるかに大きく効いてきます。ですから朝にしか時間が取れないのであれば迷わず朝が正解だと考えていただいて構いません。ただ朝に走る時だけは体温が低い分ウォームアップを少し長めにとってみていただきたいです。 Q3、ランナーに筋トレは必要か。3つ目はランナーに筋トレは本当に必要なのかというコメントで実際にいただいたご質問です。結論を先に申し上げますと、必要かどうかというよりやった方が確実に得をすることになります。研究でも筋力トレーニングがランニングエコノミーを改善することがはっきり報告されています。しかも器具を使った高負荷の筋トレの方が飛ぶ系の種目よりも効果が大きいとされております。とはいえ自分の体重だけを使う種目でも 1% から 3% ほど改善しておりました。では実際に何をすればよいかと言いますと、優先すべきはお尻ともも裏、そして体幹の3つです。ここが弱いままだと足が後ろへ流れてしまい、前へ進む力にうまく変わってくれなくなるからです。ヒップリフトと浅めのスクワット、そして片足立ちとつま先立ちの4つで十分だと思います。なお腹筋を割るための種目は走りにはあまり直結しないという点も申し添えておきたいと思います。4つ目は走り終えた後に何を食べればよいのかという質問にお答えしてまいりたいと思います。走り終えてから30分以内に食べなければならないというお話を聞かれたことはないでしょうか。実はこのゴールデンタイムという考え方そのものがかなり誇張されたものになっておりました。
タンパク質をいつ摂るかによる効果は小さく、1日の合計の方が圧倒的に重要だとされています。持久系の競技の場合、体重1キロあたり1日2グラム近くが目安とされているところになります。例えば体重60キロの方であれば1日におよそ100グラム前後という計算になってくるわけです。これは3食にきちんと分けて食べていらっしゃれば無理なく届く量になってくるはずでございます。時間が本当に効いてくるのは空腹のまま走った時と1日に2回走る時だけでございました。ですから走った後は次の食事で普通に食べればそれで十分ということになってきます。95、脚がつるのはなぜか。5つ目はレースや練習で脚がつるのはなぜかという、こちらも実際にいただいた質問になります。水分が足りないから、あるいは塩が足りないからだと聞いたことがおありなのではないでしょうか。ところがこの説明の方には体の仕組みとして納得のいく筋道が未だに見つかっておりません。電解質が減っていなくても脱水をしていなくても釣りは実際に起きてしまうことがあるからです。ある実験では体重の3から 5% と4グラムほどの塩をわざと失わせて調べております。ところがそれでもなお釣りの起こりやすさの方は全く変わらなかったと報告されています。今最も支持が厚いのは筋肉の疲労によって神経の制御が乱れてしまうという考え方になります。筋肉を縮めろという信号と緩めろという信号との釣り合いが崩れてしまうという説明になります。ですから釣りを防ぐための一番確実な方法は前半で無理をしないことになってまいります。96、週に何キロ走ればハーフを完走できるのかという具体的なご質問になります。研究として言えますのは週の走行距離とハーフの記録がはっきり結びついているという点までです。何か特別な練習より先に走った量そのものが効いてくるということになってくるわけでございます。ここから先は研究の結論ではございませんので、あくまで実務上の目安としてお聞きいただきたいです。完走だけを目指すのであれば週に25キロから30キロというのが一つの安心ラインになります。その上で本番までに16キロを1度か2度走っておけますと当日はぐっと楽になってきます。週3回のうち伸ばすのは1回だけで十分ですから、残りの2回は短いままで構わないと思っております。大事なのは一気に増やさないことでして、月に1キロずつでも積み上げていけば間に合ってきます。距離を急に伸ばした月に故障される方がとても多いので、そこだけはくれぐれもご注意くださいませ。97、靴はいつ買い替えればよいのか。7つ目は靴は一体いつ買い替えればよいのかという質問にお答えしてまいりたいと思います。よく言われている目安は500キロから800キロ、あるいは4ヶ月から6ヶ月というものになります。ただしこれはあくまで実務上の通説に過ぎませんので、強い根拠があるわけではございませんでした。実際に確かめた研究では500キロを走った時点で靴底の硬さが2割5分ほど増していたそうです。別の研究でも500キロを過ぎたあたりで衝撃を吸収する力がわずかに落ちたと報告されています。ですからクッションが落ちるということ自体は確かに起きていると考えて良さそうでございます。ところがそれによって怪我が増えるという証拠の方は実は乏しいのが現状になっています。あるとしましても練習量や距離の急な増やし方に比べればずっと小さいとされているところです。ですので距離で機械的に変えるよりも走った後の足の疲れ方の方を目安になさってください。98、プロテインやサプリは必要か。8つ目はプロテインやサプリメントは本当に必要なのかという質問にお答えしていきたいと思います。先ほど申し上げました通り、目安は体重1キロあたり1日におよそ2グラム近くとなっています。60キロの方で100グラム前後になりますから、3食に分ければ決して届かない量ではございません。肉や魚を毎食で手のひら1枚分取って、そこへ卵や大豆製品を足せば自然に埋まってまいります。ですからまず確かめるべきなのはサプリを足すことではなく今の食事の合計の方になります。その上でどうしても届かない日にだけ補うという使い方をするのであれば十分有効です。特に朝朝食が軽い方や走った後に食欲が出ない方の場合は届いていないことが多いようです。逆に3食をしっかり食べておられる方であれば無理に足していただく必要は全くございません。
足りていないのはサプリではなく1日の合計の方だと考えていただくのがよろしいかと思います。9、伸びているかどうかどこで判断するのか。9つ目は、自分が今伸びているかどうかをどこで判断すればよいのかというご質問になります。実感できないとどうしても不安になり、つい練習を増やしすぎてしまう方がとても多いところです。ですが、実感できないというのは伸びていないからではなく、見るべき指標がなかっただけなのです。一番わかりやすい指標は、安静にしている時の心拍が下がってくることになってまいります。心臓が1回で送り出せる血液の量が増えますので、打つ回数の方は減っていくからです。朝、布団の中で起き上がる前に15秒だけ脈を数えて、それを4倍する習慣にしてみてはどうでしょうか。もう一つは、同じ心拍のままでペースが上がってきているかどうかという見方になってきます。同じペースが以前よりも楽に感じられたのであれば、それはもう伸びているというサインになります。小さな変化は3週間から6週間ほどで見えてきますが、大きな変化には数ヶ月かかってまいります。9、10、水分はいつどれくらい取ればよいのかというご質問になってまいります。国際的な合意としては、喉の渇きに従って飲むということがはっきりと推奨されているところです。多くもなく少なくもなく、渇きを感じた時に飲む、本当にただそれだけということになってきます。少し意外に思われるかもしれませんが、危ないのは水分が足りない方だけではございませんでした。運動の最中に血液の塩分が下がりすぎてしまう状態は、飲みすぎることが主な原因になっています。しかも塩をきちんと摂っていたとしても、飲む量が多すぎればそれを防ぐことはできないそうです。気温も湿度も汗の量も人によって違いますので、万人に当てはまる一つの量は存在しておりません。ですから、何ミリリットルという数字を覚えるよりも、ご自分の渇きの感覚の方を信じてください。走り出す内に1杯だけ飲んでおいて、あとは渇きに従うという形で十分だと思っております。エンディング。心配していたことの多くは思ったほど深刻ではない。ここまで皆様からいただいた10の質問について、一つずつ順番にお答えしてきたところです。休養については数日ではほとんど落ちることがなく、落ち始めるのは10日目からということでした。朝と夜の差はわずか3から 5% ほどで、続けられる時間帯の方が正解ということでした。筋トレはお尻ともも裏と体幹の3つを自分の体重だけで整えれば足りるということでございました。走った後の30分というお話は誇張されていて、本当に大事なのは1日の合計の方だそうです。足のつりは水分や塩の不足だけでは説明ができず、筋肉の疲労の方が主役だと分かってきました。靴の500キロという有名な目安の方も、実はそれほど強い根拠のある数字ではありませんでした。サプリよりも先に見るべきなのは、今の食事の合計で足りているかどうかということになります。伸びているかどうかは、安静時の心拍と同じペースがどれだけ楽に感じられるかで確かめられます。水分については、喉の渇きに従うこと、そして飲みすぎないことの方が大事だというお話でした。こうして10個を並べてみますと、心配していたことの多くが思ったほど深刻ではありませんでした。そして、あなたが今気になっていることを一言だけでもコメントで教えていただけませんか？またこうしてまとめてお答えしてまいりますので、どうぞ遠慮なく置いていっていただけたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたのこれからの走りを心から応援しています。